雑木林を描くときにどれぐらい色にお願いしたらいいのか、どれぐらい線にお願いしたらいいのか迷うときないですか？お元気ですか？スタジオ羽根です。皆さん、暑い日が続きます。体調大丈夫ですか？今日も一緒に絵を描いていきましょう。今回は木です。木を描くときに線で表す。その時に困りごとありますね。1本だったらなんとかなるけれど、2本3本重なっていくとわちゃわちゃややこしくって、アウトラインもすごく複雑になっていきます。ですが、基礎からしっかりどういう風に表現するのか、そういったところを決めておくと表現しやすくなります。ということで、また表を作ってまいりました。基礎となる表現の考え方。1番、大きな塊と刃の方向や形状を表す。これは基本的な表現となるし、それぞれの個性につながってくるので、まずは頭の中に入れておきましょう。そして2番、円中近、線の太さで表す。近い遠いを遠近で表す用意をしておきましょう。そして3番、光の方向を表す。これも用意しておきましょう。すべて分割して書きますが、最終的にはそれを一つの絵として表現する練習の中で身につけておくと、いつでもそれが引き出せれるようになります。そして最後に木々が折り重なっている場合の工夫というところになります。1、2、3の総括になってきます。それでは始めていきましょう。1番、大きな塊と刃の方向や形状を表す。例えば広葉樹の場合は、木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 。この丸いもくもくとした部分を作るイメージで描いていきます。下書きとしてはこのような感じで行っておいて、ペンで入れるときにもくもく柔らかい丸いもく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 、こんな感じにボリュームを作って、そしてそのボリュームを下書きでいいと思うんですけれども、アウトラインを丸い葉っぱを描くようにくるくるくるとします。針葉樹の場合は円錐円錐円錐、このイメージ。ボリュームをこんな形で作って、トゲ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 、このような形で円錐を重ねて、上が小さく下が大きく、そのアウトラインはトゲ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 のイメージで描きます。刃には多様な線を使うととてもいいです。シンプルにするとあまり見応えのある絵にはなりません。パパッパと隙間のあるような線があったり、ぐにゅ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 と踊るような線があったり、部分によってはつぶ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 、一粒一粒、一枚一枚ですね、一枚一枚の葉っぱを描いていくような部分があればいいと思います。このようなところに注意して描いてみてください。2番、円中近、線の太さで表す。遠くはもうアウトラインだけでこれくらいでいいと思います。細い線でアウトラインをざっくり描いておきましょう。中くらいになると少しアウトラインも複雑にしていき、そして木と葉の間の影も少し描いていってみましょう。次に近景。近景の場合は影もしっかり太い線も使って枝も描いて、葉も一枚一枚の変化を取るような感じで、これも要素に入れていきます。広葉樹の描き方。3番、
光の方向を表す。少しアップ気味に描くとき、光の当たるところの線は細い線で短くちっちゃく動かします。影のところは太くザクザクです。竹林を描くときでも太陽がこちらから当たっているので、ここ光の当たっている側と影になっていくところを描き分けます。最後に木々が重なり合っている場合の工夫。わかりやすく言うと、木が1、2、3、4、5本あったとして、それがそれぞれ固まると、こんな感じで、色が緑で一緒で同じ距離感であれば、このような形の塊になります。距離が少し違う場合は、手前の木の影のところを取って、奥の方は少し遠慮した線で見えているところだけ描きます。影の方向を拾ってみて、こちらとこちらの境界線は 3.4 点の粒だけで表します。ちょっとでいいということです。近くのあまり主張したくない地面にある部分、地面から生えている草、描いていきます。遠くはざっくりでよくて、近くになると少し複雑になります。遠くは少し長めの適当な線、近くはちょっと細かく動かしますね。あと太さも、遠くの木の枝、中距離の木の枝ですね。木の枝がわかるぐらいのところの、しっかりと細かく動かして木なのか葉っぱなのかをわかりやすく描いておきます。少しだけ枝太くてもいいと思います。遠くは塊でざっくりとだったので、それぐらいで構いません。2番の意識ですね。そしてもう少しこの近くに木を描きますが、光の方向の意識と、そしてこちらの近景の太い線と細い線両方使っていきたいなと思います。葉っぱはもうアウトラインでしっかりと作りながら、影のところ、光と影のところの影のところはちょっと強く太く、あとは細く、光の当たっているところは細い線で、もう刃線まで葉っぱ一枚一枚をところどころ描くようにしてみてください。影は太く、きっちりと広葉樹なのか針葉樹なのかが分かりやすく記載して、そして遠い、中間、近いに応じて線の太さを変えてみます。そして光と影のところにそれぞれ、遠くはそんなに力は入れませんが、近くになればこの光の要素しっかりと絵の中に入れていきます。この3つを意識したら、ざっくりとした線だけでこれぐらい伝えることができます。このような雑木林描いていってみましょう。こういうのが一番困りますね。空が少しでこの境界線、これを線で描くときにどれぐらい入れていくのか、または色にどれだけ負担をかけるのか。今回は色依存 70% で描いて、線依存で表現するの 30% と、こっちは色依存は 30%、線依存は 70% で見比べていきたいなと思います。
はい、塗りました。ここの時点で大きく違うと思うんですけれども、ペンの入れ方違います。特に葉っぱを描くか描かないかに分かれると思うので、ちょっと見ててください。こちらの方はもう色に依存してますので、線を少しだけ入れます。木立の出だしの部分、近くは太い線と細い線入れておきます。葉っぱも少し流れとしてこう流れていきたいので、そのところにペンを走らせていきます。近くは太いのを使ったので、もう細くでいいと思います。このまま今度こっちに流していきます。はい、できました。ペンの入っているところ、ここら辺、ちょっとアクセントに離れたところに少し葉っぱ、近景で入れます。けれど、ペンを入れているのはこの部分あたり、葉っぱそれぞれには入れません。続いて、こちら、色依存 30%、ざっくりです。なので、線に今度は依存していきたいなと思います。ここら辺を今度は太い目の線で踊らせていって、その勢いで木をもらっていきます。近景の木、細いところと太いところ作ります。で、このままさっきと同じ要領でこっちにくる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 と踊り線入れます。踊らしながらこういうところですね、明るく見えるところも少し力が急に強弱が粗密がいきなりなりすぎないように注意しながら踊り線、このままこっち側にもう一本、もう一本、この流れに線を入れていきます。で、ここでアウトライン、丸を使ったり、踊り線を描いたり、また丸を描いたり、
踊り線。雑木林なので木々が生い茂って何層も何層も重なり合っている感じにしていきたいので、このアウトラインをしっかりと作っていきます。こちらとは違いますね。この時に塗ってある範囲からはみ出すとか、足りない部分とか作っていっても大丈夫です。はい、できました。さあ、だいぶ表現方法が違いますね。こちらの方はアウトラインで葉っぱの形状をペンで表しています。で、木の力強さもペン。なので、雑木林、葉っぱの雰囲気と木の量、これらはもうペンに任したので、線依存 70%。色はそのアウトラインにきっちり合わすのではなく、なんとなくエネルギーがここら辺に存在している、こんな色でエネルギーが存在していると落とし込みました。こちらの方はもうほとんど色依存で、もう水彩画のように塗っていっております。なので、葉っぱのアウトラインはもう色に依存して塗らなくて大丈夫、描かなくて大丈夫。ただし、ペンとしてのエネルギーで木の力強さをこの方向にもらっていきました。だいぶ違いますね。色としても実際はこちらに近いんですけれども、こちらの方鮮やかに自由にちょっと描かせていただきました。インパクトが、違いますね。はい。皆さんの好きな描き方はどっちですか？またこのようにペンと水彩併用する場合、どの程度の力具合でどちらに依存するか考えて描いてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございます。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは奈良にある絵画専門空間スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう学びたい分野別の再生リストを作成しておりますのでご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。